さんこんにちは、華道家のりこうです。本日のテーマは研究会ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで本日はですね、実際にお花を生けていく前に、まず研究会とは何ぞやというお話をしていければと思うんですけど、うちの流派では毎月1回師範の資格を目指したりとか、もうすでに師範になった教授者の方が集まって決められた課題を与えられてそれを生けていく、そんな勉強会というのがあるんです。で、これはですね、6月の研究会の花材になるんですけども、まず単調アリウムという花材が5本、そしてドラセナゴットセフィアーナが2枚、で、ポイントとなるお花がガーベラ3輪ですね。こうやって毎月本数とか種類が決められていて、その課題を、みんながこう集まって同時にせーので生けて、こう師範とか上の資格を目指していく、そういったことを毎月行っているわけです。で、基本的にうちの研究会というのは、表現はほとんど自由になるんですけど、最近始めた生け花の才能査定の動画、私の教室でもその研究会でもやってることは全く一緒で、出来上がったその作品に対してその人の個性とか何を見せたいのかというのを大切にしながら、もっとこうした方が良くなるんじゃないという指導をしてるわけです。そんなところでちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、6月のこちらの研究会花材、今回ですとこの中だとアリウムが主役になってくるのかなと。で、ここから今日のこのアリウムをじゃあどう扱っていくかっていうのを、皆さんにもご覧いただければなと思って動画にしてるんですけど、今見てもらっているようにアリウムというのは本当に一本一本動きが違いますよね。で、まず考え方として、なるべく線同士が被らないように素直にこの線を生けてあげる。これも一つ手だとは思います。今こちらシンプルな水盤を置いてるんですけど、ここにちょっとこう横にぐわーっと広がるような感じで、これはこれでこのアリウムの動き、線を生かした作品になりうるので、いわゆるこうやって普通にシンプルに線を生かす。そんな選択肢もあれば、この一本一本の面白い線の動きを組み合わせることで何が生まれるかなというところで見ていくと、例えば線と線の交差によって生まれるこういう面の面白さを表出することもできる花材なんですね。で、2本だとこういう面が1つしか生まれないですけど、もう1本ここに組み合わせるといかがでしょうかね。こうすると面白い面の部分がこう2つ生まれますね。こういった植物の持つ独特の造形美を生かして、それを先ほどご覧いただいたようにシンプルに生けるのではなく、その人の感性を通してどうこの線を組み合わせるとより面白い表情になるかなというところで探って作品を表現していく。そういったところが私は自由化の中でも造形的な現代化を生ける面白さになってくると思っています。何でもありになるとちょっと破綻してしまうので、美しく見せるポイントとかっていうのはありまして、なんとなくこの辺でいいやっていけたものと、私はここにいけるんだっていけた花っていうのは、その作品自体の力強さというか説得力みたいなものが全然違うんですね。最近アップしてる才能査定の項目で言うと、作者の意図に当たるわけなんですけど、例えば生け花というのはなるべく高さにこう変化をつけた方がいいというのが、一般的に綺麗に飾るポイントではあるんですけど、あえてこの単調アリウムの面白い特徴、下の部分は線でうねうねしてるんですけど、上の部分にポンと塊、花がついてるので、下の部分をもう線でこうガチャガチャっと面白くして、上の部分一箇所で花をこうカチッと固めてしまったりとか、固めなくても、あえてですね、高さをこうやって近いところに揃えてあげるとか、これ一つとっても全然作者の意思、意図っていうのは作品から伝わるか伝わらないかっていうのは大きいんです。例えばこういう作品があった時に、一本だけこの辺にちょろっとあったら、なんかこの一本何なんだろうなって、固めるなら固めた方が強さが出ますし、下の部分ここ間が伸びちゃって嫌だとしたら、一本下げるならもう一本ぐらいこう下げてあげて、一番上にこう強さを出したいなら3輪ぐらいこう固めてしまって、下から順番にこうリズムで積み上げていく。そういう意味でこうやって2本に変化をつける。こういう見せ方もありだと思いますし、本当に同じ花材を使っても10人いれば10通りの作品が生き上がる。そんな研究会の6月の課題からちょっとしたお花を今から一作生けていこうかなと思います。生け花でもこんな見せ方や考え方があるんだっていうのも今日はお楽しみいただければなと。で、現代化になるとしばしばこうやった変わった形の変形花器なんて呼ばれる器を使ったりもするんですけど、今日は三角形の面白い花器ですね。これを使っていこうかな。で、2つこうやって穴が開いてまして、中にこうやって小さい剣山も入るので、ここにこうやって刺していけばそんなに難しい器ではないんですけど、ただこういった器を生ける際にちょっとポイントとしてる部分もお伝えしていこうかなと。で、置く向きとかによっても作品の仕上がりというのは全然違うんですけど、結構面が強い器なので、少し斜めにしてあげるとそれだけ面が弱まりますし、あえてこうやって縦にスッキリと使うこともできるんですけど、
日はでもやっぱこの器はこの面の面白さが一番の特徴なので、これを生かしていけていこうかな。でまずはこれは決まりがあるわけじゃないんですけど、私は主役で全体の形構成というのを作ってから、その後に脇役副材を生けていくので、アリウム5本でどういうことができるかなというところでちょっと私なりに研究していこうかなと思うんですけど、まずですね、この器を選んだ理由としては、アリウムが一本一本こう動きが面白いので、この曲線に合わせて逆にこのキリッとした直線との対比でこのうねりがより生きてくるかなと思って、今回はこれを選んでみました。この花材曲げることはできないんですけど、しならせることはギリギリまでできるので、2つ穴がある特徴を生かして、先ほどのこの小さい穴にここの鼻の頭の部分をちょっと食い込ませてですね、で穴が小さいのでクッと引っ掛けてあげると、こういう面白い表情を引き出すことができますな。で私がこういうお花を生ける時に大事にしてるポイントが、まだ誰も気づいてないその植物の特徴とか新しい表情を引き出して、こうやって一つの作品としてまとめていく、そんなところを大切にしながら日々作品を生けております。でこのうねうねだけだとちょっと作品サイズが小さくなっちゃうので、2本ぐらい伸びやかに持っていきましょうか。ですのでよく家元も言うんですけど、私なんかと比べて家元の方がもう何十年も長くお花をやってる中で、未だにですね、その生徒の研究会のお花を見て、この花材ってこういう表現があったんだとか、そういう気づきを生徒からももらえますし、本当に生け花って一生の趣味にできるなってくらい、終わりのないというか、ものすごく面白くて自由な文化だなと。ちなみにですね、この単調アリウムというのはネギのお花、いわゆるネギ坊主にあたるんですけど、ネギ坊主というのは本来まっすぐ咲くお花なんですね。じゃあなんでこの花材はこんだけくねくねしてるかというと、生育段階で生産者の方が針金かなんかでこう強制的に茎を曲げていくことで、一本一本違うこういう独特の動きが生まれるんですって。でこれは先ほどお話したように芯がしっかりとしていて、多少しならせることはできるんですけど、こうぐっと曲げてそこで固定することができないので、この手元に来た花材たちをどう活かせば面白くはたまた綺麗に生けれるかなというところで、生け花でとっても大切なその場の植物との対話っていうのがすごく大切になってきますね。もう一本このぐらいかな。今全体のバランスで見るとこれがないと、一番最初入れたので下がちょっと膨らんじゃってるので、この後のガーベラとかも下の方に入ってくると若干器も相まって下が重い印象になるので、少し上にボリュームをつけるために高めにいけていくと。で今2本高さに変化をつけたので、気持ち2番目のものより低めに、でも上の部分に少しこうボリュームが出るような動きでこれをいけてみました。ちょっとこの張りが強いか、これが下を重たく見せてる原因かな。でもう一つこういった器を生けるときに大きなポイントがあって、この器というのは穴が左右についてるので、今このまんまの状態ですと完全にこの器と花材というのがここの線にきっぱりと分かれちゃってますよね。で器とのやはり一体感っていうのが大切なんですけど、少しでもこうやって器の部分に線が関わってくると、よりこう上の花の部分と器の部分で一体感が生まれるんですね。でアリウムで構成した後に花かなんかでその接続部分を作ろうかなと思ったんですけど、1本ぐらいやっぱアリウムもこう関わるものがあるといいのかな。内側の方がいいのかな。才能査定の動画もそうなんですけど、私がこうやって言ってるのが全てが全て正しいわけじゃないですからね。でもある意味今まで学んできた時間とか培ってきた技術感性とか、そういったものにはある程度自信はありますし、下手なことや間違ったことはなるべく教えないように、そんな責任感を持ってこの YouTube とか自分の教室をやってるわけなんですけど、その物事の良し悪しを見る目、いわゆる審美眼なんて言いますけど、私は例えば YouTube ですと今登録者が約4万人近くありがたいことにいるんですけど、4万人いるからこの先生はすごい先生だなんだじゃなくて、自分の価値観とかフィルターを通してこの人の作品は本当にいいものなんだという、そういう目を養ってもらいたいなと思いますけどね。だから華道家として自分にできることというのは、常に今の実力に満足せずにたくさん学んで、いろんなことを吸収して、でその上でいい花を生け続ける。それが生け花の魅力をたくさんの人に伝えたりとか、業界自体を盛り上げていく上で遠いようでいて一番近道だと、そんな風に思うんですけども、ガーベラもちょっとこの器に関わるように一輪入れてみました。あえて花を下の方に固めちゃってもいいんですけど、やっぱ少し高めに入れてあげることでこの辺とも調和してきますし、下の部分が重ったらくならないので、表情を生かしながらやっぱ3輪長短つけながら生けてあげるのがいいのかな。
こんな感じ。そしたら最後にドラセナゴットスフィアナを2枚いけて完成。ただこれはどういけようかな。下の口元にふわっとまず入ると綺麗なんですけど、あまり下の方に葉っぱがもさもさしちゃうとこれも下が重たくなる原因になっちゃうので、少し上に飛ばしたいんですね。ただここでも問題があって、適当にこうやって飛ばしてしまうと、せっかく作ったこのアリウムの動きの面白さっていうのが葉っぱでこうやってなくなっちゃいますよね。だからこの空間をうまく活かしながら、ちょっと上に葉っぱ緑のポイントを作る。そうするにはどうすればいいかなというところで、見ていくと、本来普通にこういった花材を生ける場合は葉っぱの裏表があるので、通常ですと表が太陽に向かって上を向くように生けてあげるのが、自然界では普通ですよね。この茎の曲がりを生かすことで、こっちの動きにちょっと絡むような感じで縦目に生けてあげるといいんじゃないかなと。で、今お話したようにこのまんまスッと生けてしまうと、下についてる葉っぱがこの空間を邪魔してしまうので、ちょっともったいないですけど、この下の葉っぱというのを落としてしまう。で、そうするといかがでしょうか。この線のスラッとした特徴と上にポテッと緑がついている、そんな表情を引き出すことができたので、これを今のようにこんな感じで下をすっきりさせて、上に葉っぱがふわっとつくようなイメージで、高いところに入ったので次低いところに行けて完成ですかね。この花材もさっき長く使いたかったんで下の葉っぱを落としたんですけど、こういうところで落とすとこの下の部分は下の部分でこうやって生けることができるので、多分これ全部下入れると、ずっと言ってるように下が重たくなっちゃうので今日は使わないんですけど、そういう使い方もできますね。で、最後にこの葉っぱをガーベラとの関わりをちょっと出すようなイメージで、この葉っぱでちょっと器の関わりとかも出せるとよかったんですけど、こういう場合に贅沢なんですけど、この下の部分、この軸が器から完全にひょろっと出てるので気になるというところで、こういうところは本当に気づく人は気づくというか、作品自体の完成度の問題になってくるんですけど、これ全部入れると下重たくなっちゃうので、ちょっと贅沢ですけど、2枚落としてこの1枚を生かすように入れてあげれば、こんな感じかな。これで器との関わりを出したのと、下にちょろっと見えてた茎をキュッと葉っぱで引き締めてみました。よし、ってことでこんな感じで、ちょっと今器に関わってるこの真横のアリウムが気になるので、少しずらしていければと思うんですけど、これでうちの流派の6月の研究会課題でいけたちょっとした現代化が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方は、チャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。